突然ですが、こんな思いを抱くことはありませんか？今、何をしたらいいのかわからない。最近、うまくいかないことばっかりだ。仕事や人間関係から逃げ出したい。夢や目標はと言われても途方に暮れる。なぜ私は生きているのだろう。こんな風に未来に対する不安や心配事が頭に浮かんでは消えていく。自分の手ではどうにもならないことにいつの間にか取り囲まれている。そんな世の中に私たちは生きています。だからこそ今のこの状況から抜け出したい、今変化を起こしたいという魂の火は一生懸命光を放っているはずだと思うのです。本当はもっと良くなりたい、もっと成長したい、自分を変えたいと頑張っている人や頑張ろうとしている人に、今ここからどう生きるかについて具体的に考え、発見し、踏み出してもらうためにこの本は生まれました。とはいえ、人生をどう生きるかなんて極めて抽象的なことを問われてもイメージするのが難しいかもしれませんので、角度を変えて質問してみましょう。今、あなたは何歳ですか？もし今日があなたの最後の日であっても後悔しないでしょうか？一度きりの人生のすべての時間を思う存分生き尽くしたと心から言い切れるように生きるために、それを実現するために今何をすべきでしょうか？今これからできることは何でしょうか？命が尽きる最後の日までどのようなことに時間を使い、情熱を燃やし何者として生きるのか。この本はその答えを探す海図だと思ってください。これまで過ごしてきた過去とまだ見ぬ未来を100年カレンダー上に見える化しながら、限りある人生の使える時間を直視し、今何をすべきかの具体的なアクションを決めていきます。今日から、あるいは明日からの行動を変え、行動し続けることにより、今ここからの人生を変え、思い描く目的地に向かいましょう。こんにちは、ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は、一度しかない人生をどう生きるかがわかる100年カレンダーという本をご紹介したいと思います。もし今日があなたの最後の日であっても後悔しないでしょうか？とても考えさせられるメッセージですよね。誰もが遠くにぼんやりと意識だけしているけど、きちんと考えたことのない方が多いのではないでしょうか。本チャンネルでも今ここを大切に生きること、死生観をテーマにした本をいくつかご紹介してきました。では、自分には限りがあるんだと認識し、今を大切に生きるために具体的に何か行動をしている方はどれくらいいらっしゃいますか？僕もそういった本を読むたびに、確かにそうだよな、と大きな感銘を覚えるのですが、では、具体的に何か行動をしたかというと、何とも言えなかったりします。具体的に何をすればいいのかわからないと言ってもいいかもしれません。そんな時に本当に役立つ本が本書なんです。本書には1930年から2131年までのカレンダーと様々なツールが付属しています。それらを使い、13のステップ、約30の様々な問いに答えていくことで、自分の本当に使える時間が可視化でき、一度きりの人生を思う存分生き尽くしたと心から言い切るために、今何をすべきか、命が尽きる最後の日まで、どのようなことに時間を使い、情熱を燃やし、何者として生きるのかが見えてくるようになっているんです。自分のことは分かっているようで、いろいろなものを忘れてしまっていたり、今思い返して考えてみると、本当の思いは違っていた、などと、実は本当の自分は分かっていないことが多いのですが、本書でワークを行うと、それらがクリアになり、何をすべきかが明らかになってきます。本動画では、この素敵な本書の雰囲気をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。人生という名のストーリーから意味を見出す。この本では
今までの人生を振り返ることで、今からをどう生きるか、未来の行動を導き出していきます。ただし、過去を振り返るからといって自分史を作るわけではなく、今までの人生においてあなただけのストーリー、つまり物語が流れていることに気づくことです。学生の頃、よく先生に復習が大事だと言われたものですが、実際のところ復習なんてものはできなかったという人がほとんどではないでしょうか。人生も同じです。過去を一つ一つ改めて見つめ直して、その意味を考えたり、その捉え方を改めたりすることは大切だと思っていながらも、そんな時間を取る暇もないのが実情です。私たちは目の前で何かが起きたその時は、それが何を意味するのかはわからず、感情だけで動き、その感情の印象のみが残ることが多いものです。でも、今のこの地点から遡り、過去の出来事に目を向けてみるとどうでしょう。今だからこそ、あの時のあの出来事の意味の一つ一つが分かってくるということも非常に多くあります。つまりその時は、その意味が、その価値が分からないのです。でも、今だからこそ、その意味や価値が見えてくるのです。叱られたり、優しくされたり、悔しい思いをしたり、多くの出会いが今の人生に影響を与えています。あなたが夢中でやっていたことや、感動したこと、悔し涙を流したこともすべて今の糧になり、あなた自身を作ってきてくれたのです。それこそが今のあなたの財産です。自分だけの100年カレンダーを使いながら過去を振り返る意味は、これまでのストーリーを見つけることによって自分が生きてきた本当の意味に気づき、発見することにあります。影のストーリーからどう生きるかが見えてくる。ストーリー、ビハインド・ザ・ストーリー。これはウォルト・ディズニーの有名な言葉です。表面に見えているストーリーではなく、その裏に脈々と流れているもう一つの真の見えていないストーリー、背景と言えるものこそしっかり読み、見つけなさい、という意味です。私は〇〇になりたい、という夢を書き出したり、話したりするとき、大抵それは一時的な感情や希望がベースとなっているものです。いわば表のストーリーなのです。ですが、私たちの感情や思いは日々変化するものです。たった1年前のことでもすでに大きな変化が現れています。例えば、去年あなたが大好きだった曲を今聴いてみて、どんな風に感じるでしょうか。去年と同じぐらい情熱を傾けられるかというと、そうではないと思います。本当は何がしたかったのか、なぜこの夢を追っているのか、なぜ欲しているのか、自分のことは案外分かっていません。人生はあれこれと事前に悩み考えるよりもやってみなければ分からないものです。だからこそやってきたことを振り返り、影のストーリーに気づいて再考してみると、これからを生きるための大きなヒントを発見することができます。それを頭の中だけではなく、実際に可視化して本当に使える時間を見据えながら、今までの人生を通じてあなたが何を得て、何を学んで、どのように生きてきたのかのストーリーを100年カレンダーから見出し、これからを価値ある時間にして過ごしていきましょう。自分の持っている時間を感じてみる。100年カレンダーワークの旅の始まりに知っておいてほしいことがあります。それは、あなたの命は有限であるということです。生きるとは、命とは、あなたの使える時間のことです。時間は生まれた時に誰にでも与えられてはいるけれど、平等とは言えないかもしれません。人生が進み、年齢を重ねていくにつれて、それは顕著になっていきます。あるいは様々な事情で、若い時から生きる時間を意識せざるを得ない人もいるでしょう。時間が平等で当たり前のものでないのであれば、それをどのように使うかで人生が充実したものになるか、そうでないかは決まってきます。そこで時間をイメージしてもらうために、最初の100年カレンダーワークを行います。私たちの人生は終わりに、つまり
死に向かって進んでいます。そこで自分の持っている時間について俯瞰してみましょう。あなたの100年人生を感じてみよう。ここでは100年カレンダーに自分の生まれた年から100歳までの年齢を振って自分だけの100年カレンダーを用意します。人生100年時代とは言いますが、自分の人生の始まりから終わりまでの100年間という時間の長さ、あるいは短さを率直に感じてみてください。最後の日を決めれば、本当に使える時間が見えてくる。では、質問です。この10年間で何回親に会えるでしょう？1年に1回里帰りしているなら、単純計算であと10回。でも、いろいろな事情で簡単に会えないこともありますよね。また、当然親は自分より年を重ねているので、会う回数はそれよりも減ってくる。もしかしたら、あと数回という計算になるかもしれません。さらに、これまで自分は親とどのような時間を過ごし、そしてこれからはどのような時間を重ねて何をすべきなのか、今から親との時間でなすべきことは何だろうか、などといった問いも生まれてきます。あと何回子供と手をつなげるだろう。あと何回大笑いできるのだろう。あと何回親や祖父母と話せるだろう。あと何回この家から行ってきますと言えるだろう。あと何回嬉し泣きできるだろう。人生の残りの時間を意識したとき、このようにいろいろな考えが自分の中に湧き起こるはずです。そして残念ながら誰にでも平等に老いはやってきます。自分のやりたいことや行動において老いがどのようなハードルとして現れるかは誰にもわかりません。仮に突然の事故にあったり病気にかかったりしないとして、この後の人生で身体的に元気に生きられる時間こそがあなたが確実に使える時間なのです。そこでこのステップの100年カレンダーワークでは、平均寿命と健康寿命からあなたの最後の日を決めて本当に自由に自分が使える時間を見える化していきます。最後の日を決めて人生の締め切りとしよう。平均寿命と健康寿命から自分の使える時間を具体的に意識し、人生の締め切りとして決めます。2019年の日本人の平均寿命は、男性が 81.41 歳、女性が 87.45 歳。2016年の健康寿命は、男性が 72.14 歳、女性が 74.79 歳です。100年カレンダーに、あなたが平均寿命と健康寿命に達する年をマークしてみてください。今の年から健康寿命の年まで好きな色のマーカーで線を引いてみましょう。その線があなたが自由に活動できる本当に使える時間です。どう生きてきたか、どう生きているか、どう生きるか。死ぬ前に私は何々する。あなたは何々の部分に何と書きますか？もちろん何を書くのかは自由ですが、使える時間がなくなる前に必ずやっておくことを一つ宣言するなら何と書き込みますか？100年カレンダーの健康寿命が終わる日まで引いた線を眺めてみてください。それがあなたの使える時間です。今日から始まるストーリーをここから作っていきます。ここでさらに質問します。あなたはどう生きていきたいですか？死ぬまでの時間、何を大切にし、どのように時間を使いますか？今のあなたはどう生きていますか？過去においてはどう生きてきましたか？自分の時間の大多数をどのように配分して生きてきたでしょう？仕事が忙しいので、一日の大半は仕事に費やしている。子供が小さいので 100% 育児。資格試験のために勉強しているなど、自分がどのように時間を使っているか、なんとなくイメージできるのではないでしょうか。今のあなたは何にリソースを割いて生きているだろうか。今の時間の使い方や今の人生がどのような配分で構成されているか。仕事、家族、人間関係、
お金、健康、学び、趣味の6つの要素で考えてみましょう。その上でグラフにしてみます。そして出来上がったグラフを眺めてみてください。この6つの要素の構成比は今から始まる未来においても続けたい割合ですか？私たちの現実は大半がやらなくてはならないことで占められています。目の前にある仕事をやらなくてはならない。差し迫った試験に向けて勉強しなくてはならない。やらなくてはならないことを行い、完了させることは大事ですが、今あなたは本当に幸せを感じる6つのエレメントバランスで生きているかどうか、今一度考えてみましょう。幸せとは何なのでしょうか？それは結果ではなくプロセスにあります。幸せとはエンドゴールにあるのではなく、今まさに幸せに向かって動いていると感じる時の心の状態です。つまり行動そのものが幸せなんです。100年カレンダーワークは全部で13のステップ、約30のワークを通して行動するための指針、私はこう生きるということを明らかにしていきます。私たちの最後の日、それが10年後なのか30年後なのか50年後なのか、それとも明日なのかは誰にもわかりません。そうであるならば、もし今日が人生最後の日であるなら、私はこう言い尽くしたい。行きたいところにはすべて行った。会いたい人にはすべて会った。思う存分笑って楽しんだ。見たいものはすべて見た。ワクワクすること、ドキドキすることはすべて体験し尽くした。大切な人にはどんなに大切に思っているかをすべて伝えた。心残りは一つもない。何も後悔することはない。すべてやりきった。まだまだ人生は途中です。そう、今ここなのです。今、あなたが何歳であってもそれは変わりません。終わりのまとめをしている場合ではありません。だから、どんな社会だろうと、年齢だろうと、何も諦めず進行形でいきましょう。いつだって大どんでん返しやチャンスがやってきます。何がチャンスとなるかなんて誰にもわかりません。さあ、今、ここからリスタートを切りましょう。全部で約30のワークの最初の部分を少しだけご紹介しましたが、この調子でワークは徐々に自分自身の奥深くにあるストーリーを探っていくことになります。何がいいかというと、実際に付属しているカレンダーとツールを利用しながら進めるうちに、各ステップごとに自分の情報が目の前で徐々に増えていくので、自分自身が可視化されることですね。頭の中だけではなくて、実際に物として見えてくるのは説得力がありますよね。昨年から続くコロナ感染症などの影響で、生活、仕事、人間関係など、いろいろなことが変わってしまった部分があると思います。この年末で一度、自分自身を改めて見つめ直し、これからどう生きていくかを考えてみませんか？本書は単行本と Kindle の両方で出ているのですが、巻末にカレンダーと各種ツールがついていますし、カレンダーとツールを PDF でダウンロードするコードも付属しているので、そちらでダウンロードして、印刷してから利用するのも便利だと思います。気になる方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。